こんにちはなのだ。この動画では一つのゲームジャンルの進化の歴史をたどりながら、限られた性能のハードウェアで技術者たちがどうやって驚くような映像表現を実現したのかを見ていく。今回は疑似 3D シューティングを深掘りしようと思うが、ジャンルが少し広いのでスペースハリアーのようなものに絞って見ていくことにする。まずは1985年12月にアーケードでデビューしたスペースハリアーを見てみよう。今ではポリゴンを使って美しくリアルな映像のゲームを作り上げることができる。1980年代当時、3D を描画する能力を持たないハードウェアで疑似 3D を作り上げた技術者たちの発想力には憧れずにはいられないのだ。巨大な敵、飛び込んでくるドラゴン、そして圧倒的なスピード感。だがこのゲームで本当に注目したいのは画面の下に広がる地面なのだ。この地面こそがこのゲームの速さと奥行き、そして気持ちよさを支えている。ではこの地面の表現はどこから来たのか。ここからはスペースハリアーに至るまで奥へ進んでいく感覚や、地面が手前へ流れてくる感覚がどのように形になっていったのかを時代を遡りながら見ていくのだ。その出発点としてまず見ておきたいのが、1970年代後半から1980年代前半にかけて登場した初期の 3D レースゲームや 3D シューティングである。まず初期の例としてよく知られているのがナイトドライバーである。このゲームでは道路そのものを描いているわけではない。道の両端に立つ目印を画面の奥から手前へ迫らせることで、プレイヤーに前へ進んでいる感覚を与えていたのだ。今見れば非常に単純な表現だが、ここにはすでに 2D の画面の中で奥行きを感じさせるための重要な発想がある。つまり 3D 空間を正確に描くことよりも、プレイヤーが進んでいると感じることを優先する考え方なのだ。そして1980年あたりからアーケード向けにバトルゾーンが登場した。この作品は初期の 3D シューティングを語る上で欠かせない原点の一つなのだ。また翌年登場したレッドバロンは空を飛ぶ感覚を表現し、 3D 空間を移動する気持ちよさを表現した作品である。ここから立体的なシューティング表現は大きく2つの系統へ分かれていく。一つは辺りのシミュレーターよりで空間を見せる 3D である。この流れはスター・ウォーズで開花し、現代のエースコンバットにもつながる由緒正しい系譜なのである。もう一つは画面をデフォルメしながらゲームとして気持ちよく遊べる 3D 表現を磨いていった流れである。その代表として挙げられるのはレースゲームではあるが、1981年にセガから発売されたターボである。こちらはスプライトを中心に使い、厳密に 3D 空間を再現するというより、 2D の絵をどう動かせば奥へ飛び込んでいく快感を作れるのかを磨いていった。そしてこの流れをシューティングへ持ち込んだ初期のゲームが ZOOM909 である。これはレースゲームで培われた奥へ進んでいく感覚をシューティングの快感へと置き換えた作品と言ってよい。ここで地面のある疑似 3D シューティングという形がよりはっきりしたものになっていく。そしてこの系譜は後にハングオンを経てスペースハリアーへとつながっていくのだ。ではあのスペースハリアーのような地面表現は家庭用ではどのように実現されたのだろうか。さまざまな移植版や近い表現を持つ作品を見比べながら地面の表現がどのように再構成されたのかを見ていく。
注目したいのは作品全体の再現度ではなく、限られたハードウェアの中で何を残し何を捨てたのかという点だ。その違いは大きく6つのパターンに分けてみることができる。1つ目はイレギュラーなものからの紹介なのだが、そもそも地面を描かないというパターンがある。これは単なる省略ではない。中途半端に地面を入れて再現度を下げるくらいなら、いっそそこを切り捨ててキャラクタの描画に処理を集中するという判断である。つまりこれは地面の再現を捨てる代わりにシューティングとしての気持ちよさを守るという選択である。限られた性能の中で何を優先するか、その優先順位がかなりはっきり現れているタイプなのだ。2つ目は横方向のラインで地面を表現するパターンである。これは市松模様のような細かいパターンを描くのではなく、横に伸びたラインやその間隔の変化によって前進感や遠近感を作り出す方式だ。地面そのものを再現しているというより、床が奥から手前へ流れてくる感覚だけを抜き出して見せていると言った方が近い。方法としては比較的単純だが、見た目以上に効果がある。細かな模様がない分情報量は減るが、その代わり動きの方向性が明確でスピード感は出しやすい。つまりここでは模様のリアリティよりも前へ突っ込んでいるという感覚の伝達が優先されているわけだ。この方式の実現方法の一つとして PC エンジン版を見てみるのだ。左上がゲーム画面で、左下は背景に使う 8×8 ドットのパターンであり、右はそのパターンをタイル上に並べた背景なのだ。 PC エンジンでは流れる地面の表現や高さや視点の変化に応じた地面の表現をあらかじめ全てのパターンを用意してフレームごとに切り替えることで実現しているのだ。この手法で格子状の地面を作ろうとすると必要なパターンが一気に増えてしまうので、横に伸びたラインとしてパターンを絞っているのだ。3つ目は地面を市松模様で再現したのだが、左右には移動せずまっすぐに直進する少し簡易的な作りのパターンである。床が市松模様で埋められているだけで、プレイヤーはそれだけでそれらしく感じやすいからだ。その実現方法は先ほどのパターンを切り替えるのとは異なる。背景は 8×8 ドットのパターンを格子状に並べて画面を構成し、このパターンを並べたパターンテーブルとそのパターンの色を指定するパレットテーブルを組み合わせて描画する。パターンテーブルを拡大するとわかるが、各パターンは1ラインごとに異なる色を割り当てている。ここでは地面のパターン自体は固定されていて、パレットの切り替えによって模様が手前へ流れているように見せているのだ。この方式の利点は軽さなのだ。パターンを書き換えるなど複雑なことをしなくても、それらしい地面の動きを表現できる。その代わり動きのバリエーションは乏しく、基本的にはまっすぐ進む感覚に特化した表現になるのだ。4つ目は地面は市松模様で、かつ自分の移動に合わせて地面も左右に動くほぼ完成型の表現である。2色のコントラストが連続しながら手前に広がることで、あの独特の床の存在感が立ち上がってくる。背景となるネームテーブルはゲーム中には動いていない。手前に道が流れてくるのは先ほどの技術と同じパレットテーブルの変更で実現している。そして左右の動きはラスタスクロールを使って表現している。その左右の動きだが、まっすぐ進むときはこの赤枠を描画している。例えば左に進むときはラスタースクロールで赤枠の下の部分を左に傾けるのだ。
そして2マス分傾けたら元に戻してまた左へ傾けるを繰り返すことで、限られた道幅なのに永遠に曲がり続けられる。なお影の表現だが、メガドライブにはスプライトに特定の色を使うとそこの色を暗くするまたは明るくする機能があるので、それを使用している。明るくする機能を使うゲームはわずかなので、ぜひ見つけてみてほしいのだ。地面の形状は違うが、バーニングフォースも同様の技術を使用している。同じ技術でも見せ方の工夫でいろいろな表現を見せてくれる。5つ目は先ほどのスペースハリアー2の技術に近いが、少しアプローチを変えたものである。これはファミコン向けにスクエアから発売された JJ 飛び出せ大作戦パート2でファイナルファンタジー1、2、3を作ったナーシャ・ジベリさんによる作品である。スペースハリアー2との違いは、ネームテーブルが市松模様ではない点とパレットに動きがないところである。反対に同じところは横への移動がラスタースクロールで緑の線のように傾けるところだ。そして市松模様については縦方向に色が変わるラインでラスタースクロールを1マスずらしているのだ。発想がすごいのだ。6つ目は特殊な地面の表現をしたゲームである。これはファミコン向けにアスミックから発売されたコズミックイプシロンである。これまでに説明した技術では実現できない特殊な手法を使用している。この背景のネームテーブルはこのようなパターン番号が並んでおり、ゲーム中は固定している。上の赤い部分は空で、下の黄色は地面である。これはカートリッジ内の MMC を使用してこの地面に引き詰めたパターンに対応するキャラクタロムを高速に交換することでアニメーションを実現しているのだ。いつもの繰り返しになるが、テレビが1フレームを描画する仕組みは操作線方式である。画面の描画は左上から始まり、横一列左から右へとドットを表示し、端まで到達すると一段下に移動し、再び左から右へ描画するを繰り返すことで1フレームの画面が完成する。この地面では赤い線の場所で分割し、各エリアの図を伸ばしたパターンをキャラクタロムに格納している。描画するときは画面の上から下に描画する操作線の位置に合わせて、そこに表示したいキャラクタロムを高速に交換し描画させている。その部分を並べてみると画面と同じ地面ができる。このゲームはこの地面のパターンを大量にキャラクターロムに格納し、描画に使用することでこの複雑な地面を作っているのだ。力技すぎるのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。